Hello and welcome to Hanaka Japanese. This is Hannah. On Instagram, I teach Japanese phrases for beginners, but here I will be speaking only Japanese. I will talk about movies and Japanese culture, so this is a great place to train your listening. You can turn on English subtitle using YouTube subtitle feature if you need them. Okay, from now, let's switch to Japanese. こんにちは、私は花です。今日初めてポッドキャストのエピソード1を撮っていこうと思うんですけど、なんか、カメラとマイクがちゃんと動いてるか、すごい心配なんですけど、まずは今日初めてのビデオなので、初めてのエピソードなので、話すことに慣れていこうっていうのが目標ですね。はい。で、どんな内容を話していこうか考えてたんですけど、内容ももちろん面白いトピックの方がいいと思うんだけど、何よりもまずはみんながリスニングの練習ができるように、できるだけ聞きやすくわかりやすい日本語。でも教科書で使うような日本語じゃなくて、本当に日本人が使う日本語を話していきたいなと思ってます。で、私が大阪出身なので、普段は大阪弁を話してて、で、みんなが聞いてるのは標準語スタンダードジャパニーズなので、私が時々イントネーションが混乱しちゃうこともあるんですけど、基本的には、標準語を話していこうと思ってるので、もし関西弁聞きたい人がいたら、あの、言ってください。いつか関西弁のビデオを撮りたいと思ってます。で、本当の私の性格、パーソナリティは、関西弁の方がうまく表現できるんですけど、はい、表現できるので、いつか関西弁で撮りたいと思ってます。で、私の自己紹介をしていくと、最近その花バナナのインスタのアカウントで知ってくれた人も多いかもしれないんだけど、私の名前は花香です。で、花香が多分外国の人にちょっと発音が難しいみたいなので、みんなは花って呼んでくれてます。どっちでもいいです。花でも花かでも。何でも読みやすい方で読んでください。で、さっき言ったように大阪出身で、私の趣味は旅行することと映画を見ること。あとはコーヒーも大好きだから、よく新しいカフェを探しにいろんなところに行っています。はい。難しいですね、一人で話すの。あと、私がちょっと、あの、先週、2月の、2月の、あの、頭に、2月の頭にオーストラリアに旅行に行っていて、
で、帰ってきてから、オーストラリアは今夏だから暑いじゃないですか。で、東京に帰ってきてから、その日雪が降ってて、で、その寒いのと暑いののギャップで風邪をひいちゃって、で、それからずっと、鼻水が止まらなくて、すいません。声もちょっと、不調なんですけど、体は元気です。はい。インフルエンザとかでもなくて、体は元気なので。ずっとポッドキャストを早く撮りたいと思いながらも、声がちょっと、あの、回復しなくて遅くなっちゃいました。で、もうタイミングずっと撮りたいなと思っていたんですけど、タイミングをの、タイミングを逃したら、撮れなくなっちゃうと思って、今日、とにかくエピソード一つ撮ってみようって頑張ってます。で、そう。私は、宮崎に住んでたこともあって、0歳から10歳までは宮崎、日本の九州の宮崎に住んでいました。で、その後、大阪に引っ越して、10歳から大学卒業までは大阪に住んでいて、で、大学が京都だったので、あのーまあ関西ってすごい近いので、全部。関西のこととかは詳しいと思います。で、社会人になってから、東京に引っ越してきて、今ですね。そんな感じが私のすごいざっくりした自己紹介になります。で、日本語を教えるのはいつから始めたかっていうと、あの大学4年生の時に、えっと、日本語教師の、オンラインチューターっていうのを始めて、で、その後、社会人になって、他の仕事もしてたんですけど、ずっと日本語を教えるのが楽しくて、日本語の先生はずっと続けていて、いつの間にか6年ぐらい続いてました。そう、あっという間で、最初は本当に、大学卒業が日本は3月なんですよね。で、3月に大学卒業して、で、会社が始まるのが7月の予定だったので、3月から7月までの4ヶ月だけ、できるアルバイトみたいな気持ちで、この日本語を教えるオンラインチューターを、始めたんですけど、で、なので、本当に全然続けるつもりはなくて、4ヶ月のつもりがいつの間にか1年、2年経って、6年ぐらい経ってて、やっぱり多分私の性格にすごい、この日本語を教えるってことがすごい合ってるのが一つの理由かなと思ってます。で、昔から世界の人、外国の人と交流するのも好きだったし、
とはやっぱり海外旅行に行くことで、日本のいいところとか、日本の文化の、なんですかね、日本人のあの、協調性、なんかみんなの自分の幸せももちろんなんですけど、みんなが気持ちよく過ごすために気を使う文化とか、そういうのも、昔は息苦しいって思ってたんですけど、素晴らしいなと思って、そういういろんな発見とかもあって、日本の文化伝えていくのもすごく楽しいなと思ったりしてます。うん。あとは、私はすごい一人が好きなんですけど、人と話すのもすごい好きで、あの、今は特に、一人で仕事することが多いので、日本語のレッスンとか、あとは、最近、本当に最近花バナナのアカウントを作って、これが2025年の10月とか11月、4ヶ月前ぐらいなんですけど、あの、うんまだフォロワーすごい少ないんですけど、それでもいろんな人がコメントくれたり、日本の文化とか、日本語に興味を持ってくれるのは、すごいありがたいなって思いますね。誰って感じですけど、日本人としてすごい嬉しいことだなって思います。はい。なので、これからも、日本語の楽しさとか、日本の文化のことを伝えていきたいんですけど、やっぱり、いろんなコンテンツがあって、いろんな先生がいて、いろんな勉強のやり方があると思うんですけど、うーん、私はできるだけ、本当にリアルな日本語を伝えていきたいなと思ってて、あの、例えば、なんか面白おかしく、面白おかしい動画を作るのはできると思うんですけど、実際に日本人があんまり使わないフレーズとかも、いっぱいインターネットに流れてると思ってて、私はできるだけ本当に私たちが使う日本語、リアルな日本語、みんながそのまま日本人の友達に使っても変にならない日本語を教えたいのと、あとはやっぱり、みんなと距離が近く感じてもらえるような空間にしたいと思っているので、それで楽しく、あの、勉強してもらえる環境ができればいいなと思ってるので、話してほしいこととかあったら教えてください。で、えっと、基本的にこれから、このポッドキャストは1週間に1回ぐらい投稿できたらいいなって思ってるんですけど、私の仕事のスケジュールとかいろいろあって、もしかしたら、あの、できないかもしれないんですけど、できるだけ続けていくので、みんながコメントとか、あの、応援のメッセージくれたらめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひコメントしてください。で、あと DM？ インスタの DM とかメッセージは、すいません。めっちゃ口癖がなんかってあるんですけど、言わないようにします。
インスタの DM とかメッセージは基本的に全部読んでます。で、返事していきたいんですけど、で、特に日本語の質問のコメントは返事したいなと思ってるんですけど、できるときはなるべくしてるんですけど、ちょっと追いつかないときもあるので、質問が多い日本語の文法とか、単語について質問が多いものは、なんか動画とか、こういうポッドキャストで話していきたいと思うので、ぜひチェックしてください。じゃあ、初めての動画はこれぐらいにしておいて、また次の動画でもっと私のパーソナルな趣味とか、東京の生活について話していきたいと思います。じゃあ、Thank you for listening. I will see you in the next episode. Bye bye.